きな子。最近ニュースで EUAI アクトって言葉よく見るんだけど、日本にいる俺たちには関係ないんじゃないの？モッチー、それ一番危ない誤解なんだよ。 EUAI アクトの域外適用条項で日本の会社も対象になるケースがあるよ。サーバーが日本にあっても？サーバーの場所は関係ないんだよ。ユーザーが EU 圏内にいるかどうかで判断されるよ。それって採用システムに使ってる AI とか EC サイトの推薦エンジンとかも対象になるの？そうなの。でも今日一番面白いのは EU が自分で作ったこの法律を自分で延期しようとしているんだよ。自分で作ったのに自分で延期？なんか EU ってよくわかんないな。実はこれ、世界の AI ガバナンスが統一に向かうか分岐するかの分水嶺なんだよ。分岐するって使える AI が国によって変わってくるってこと？今回は EU 日本、米国の3極が AI をどう規制しているか、その哲学的な背景から解説するよ。これを知ると、日本の AI 推進法が罰則ゼロな理由と、それが実は戦略的選択だということがわかるよ。罰則ゼロってそれでいいの？詳しく聞かせてよ。きなこもちーのテック深掘り。今日もよろしくね。そもそも EUAI アクトって何なの？いつ施行されたの？ EUAI アクトは2024年8月1日に発行した世界初の包括的な AI 規制法なの。規制番号は EU2002 支線1689なの。構造の革新は4段階リスク分類なの。AI システムをリスクの高さで4つに分けて、それぞれに異なる義務を課するよ。4段階って一番上は？一番上が禁止された AI なの。社会的スコアリングや無意識を操作するサブリミナル AI が対象なの。社会的スコアリングって中国みたいな信用スコアのやつ？それが禁止になるのか？その通りなの。2段階目がハイリスク AI で、採用、医療、交通インフラなど9カテゴリが対象になるよ。ハイリスク AI には人間による監視の仕組み、詳細なドキュメント作成、適合性評価の義務があるよ。適合性評価って要はちゃんと動くか審査してもらうってこと？そうなの。第三者機関に審査してもらってお墨付きをもらう仕組みなの。これが後で大問題になるよ。3段階目が限定リスク AI。チャットボットのように AI イメージの透明性義務が課されるよ。4段階目が最小リスク AI。スパムフィルターや推薦エンジンなどほとんどの AI がここに入るよ。最小リスクはほぼ規制なしってこと？義務はほぼないよ。ただし汎用 AI、つまり GPT-4 や Claude 3のような大規模モデルは別枠でルールがあるよ。罰則は？さっき最大売上 7% って言ってたけど。罰則は段階別なの。禁止 AI 違反は最大3500万ユーロまたは全世界売上の 7%。これが最重のペナルティなの。売上 7% ってアップルの売上に当てはめたら数兆円の罰金やん。それは会社が揺らぐわ。ハイリスク AI の義務違反は最大1500万ユーロまたは売上 3%。情報提供の虚偽は最大750万ユーロなの。3段階全部でかい罰則があるんだ。これが世界初の包括的な AI 規制なんだね。ただ、この法律には大きな誤算があったの。EU が自ら認めている問題が出てきているんだよ。4段階分類で罰金最大売上 7% か。これで EU は世界一厳しいルールができたってことだよね。ところが、ここからが今回一番面白いところなの。EU が自分で作ったルールを自分で延期しようとしているのよ。自分で作ったルールを自分で延期？なんかそれ、ものすごく恥ずかしくない？キーワードはデジタルオムニバス。デジタルオムニバス。AI アクトの簡素化と施行延期を盛り込んだパッケージのことよ。オムニバス。バスみたいな名前だな。何が載ってるの？いろいろな修正案を一括で載せて運ぶからオムニバス。一番大きい荷物がハイリスク AI 規則の施行延期なの。本来、ハイリスク AI は2026年8月2日から本格適用される予定だったの。でもこの予定が
デジタルオムニバスで2027年12月2日まで延期されようとしているの。16ヶ月の後ろ倒しよ。16ヶ月？なんでやそれ。あれだけ世界に準備せえ。言うといて、自分が一番準備できてへんやん。鋭いツッコミね、モッチー。実はそれが今の EU の一番の弱点なの。理由を3つ整理するわね。1つ目は技術標準の未整備。セントセネレックという欧州標準化機関が作るべき EN 規格が間に合っていないの。比較って、要はテストの正解集だよな。それがないのに採点するのって無理ゲーじゃないか。本当にその通り。2つ目は企業の準備不足。認証期間も足りなくて、審査だけで3、6ヶ月待ちが常態化してるの。3つ目は産業競争力への懸念。米国や中国に置いていかれるという危機感が欧州内部からも吹き出してるのよ。なるほどな。ルール作るのは得意でも、現場が回らなかったら本末転倒だもんな。そして問題は、これが EU の切り札ブリュッセル効果を弱めかねないこと。ブリュッセル効果って、EU のルールが世界標準になるってやつだよね。そう。でも作った本人がやっぱり間に合わないから延期しますって言ったら、世界の企業はこう思うわよね。ああ、このルール本気で守らせる気ないんだって。 EU が自分の手で自分のブランド価値を削ってるのよ。うわ、世界をリードするはずが自分で穴を開けてしまったのか。じゃあ日本はどうしてるの？ EU の混乱を見たところで、今度は日本の AI 推進法を見ていきましょう。そうそう、日本も AI の法律できたんだよね。どんな感じなの？正式名称は人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、令和7年法律第53号なの。2025年5月28日に参議院で成立、6月4日に公布されたの。もう施行されてたんだ。で、罰則とかどうなってるの？ここが日本 AI 推進法の最大の特徴なの。罰則はゼロ、一切ないよ。罰則ゼロ？なんやそれ、めっちゃ緩いやん。日本ってそんなんでええの？もっちー、一概に緩いとは言えないんだよね。これは意図的な設計なんだよ。条文はすべてに努めなければならないという努力義務の表現で書かれてるよ。事業者には透明性確保の努力義務、利用者への通知の努力義務などが課されるだけなの。罰則ないなら、企業ってその努力義務本当に守るの？違反時の最大ペナルティは事業者名の公表なの。つまりレピュテーションリスクを使った間接的な抑止力だね。背景には経済産業省とデジタル庁が主導する AI 活用による経済競争力の維持という狙いがあるよ。政府は世界で最も AI を開発活用しやすい国を目標に掲げており、 AI 推進法はその柱の一つなの。なるほどね。 EU は守るための規制、日本は使うための推進ノットって感じか。そう、まさにその通り。 AI 安全研究の司令塔として AISI AI 安全研究所も設置されてるよ。そしてこの推進型アプローチは規制で苦しむ国々と競争する際の強みになる可能性があるんだよ。おう、それはいいじゃん。 AI 企業が日本に来やすくなるってことかな？実際オープン AI はアジア初の拠点を東京に開設。マイクロソフトは日本に合計29億ドルの投資計画を発表したの。では次は EU 日本、米国の3極をもう一度しっかり比べてみましょう。ちょっと整理させて。 EU は超厳しい、日本はゆるゆる、米国は規制なしでいいの？気持ちはわかるけど、その単純化は危険だね。3極それぞれに哲学的な根拠があるんだよ。哲学的な根拠を？なんか難しそう。とりあえず数字で比べてよ。罰金とかさ。では EU から最大3500万ユーロ、または全世界売上の 7% なの。一つで会社が潰れるやん。日本の AI 推進法は罰則ゼロ、違反しても事業者名の公表が最大ペナルティなの。罰則ゼロってほんまに正反対やな。で、米国は？米国はそもそも連邦法の AI 規制が存在しないよ。連邦レベルの罰則自体がないんだよ。ないの？バイデン政権の頃に何かあった気がするんだけど。
鋭いね。2023年10月にバイデン大統領令14110がありましたが、トランプ政権が撤廃したの。就任初日に撤退ってめっちゃ過激やん。トランプは AI 規制嫌いなんやな。正確にはイノベーション最優先だね。カリフォルニア州でも SB1047 が2024年9月に否決されたの。州ごとにバラバラなのもなんか複雑だな。ここで根本的な哲学の違いを整理しましょう。三極は目指すものが根本から違うんだよ。 EU は人権保護が最優先。 EU 基本権憲章を守るために危険な AI を罰する規制なんだよ。日本は産業競争力が最優先。世界で AI を最も活用しやすい国を目指す、育てる設計なの。米国はイノベーション最優先。規制で縛らず企業の競争に任せるアプローチなの。なるほど。罰する、育てる、規制を外す、三極全部違う方向を迎えてるんだな。ここが本質的な問いなの。世界の AI ガバナンスは統一に向かうのか、それとも分岐するのか。統一か分岐か、どっちに転ぶかで使える AI が変わるってことを。あれ、でも待って、 EU のルールって世界中に広がるんじゃなかったって。鋭いところに気づきましたね。それはブリュッセル効果と呼ばれる現象なの。コロンビア大学のブラッドフォード教授が2012年に提唱した概念なんだよ。 EU は4億5000万人の巨大市場を持っていて、企業はそこを無視できないよ。だから企業は EU ルールに合わせてそれを世界共通の仕様にしてしまうんだよ。なるほど。 EU 向けと他の地域で別々に作るとコストかかるもんね。その通りなの。 GDPR がまさにそれで、世界100カ国以上の法律に影響を与えたの。すごいやん。じゃあ今回の AI アクトも世界標準になるんちゃう？ところが AI アクトでは様子が違うんだよ。今までになかった反乱が起きてるよ。反乱？誰が反乱を起こしてるの？代表例がメタなの。最新の大規模言語モデルを EU では提供しないと決めたことがあるよ。ヨーロッパに住んでるには最新の AI モデルが使えないってこと？そうなんだよ。メタは欧州の規制環境は予測不可能だと公式声明を出したの。アップルも Apple インテリジェンスを EU 内では制限付きで提供してるよ。 iPhone を買っても EU では AI 機能が動かないってことを？それ衝撃だわ。 GDPR の時は企業が規制に適応したの。でも AI アクトでは機能を外す選択が出てきた。つまりブリュッセル効果が効かなくなってきてるってことを？弱まっている兆候は明確なの。 EU 規制で逆に EU の消費者が最新技術から取り残される状況が起きてるよ。研究者の間では逆ブリュッセル効果とも呼ばれていて、延期論の背景にもなってるよ。なんか EU の想定と全然違う方向に進んでる気がする。日本企業は大丈夫なの？ちょっと待って。メタやアップルの話は全部ヨーロッパの話だよね。日本で AI 使ってる会社には関係ないんじゃないの？日本には AI 推進法があるんだし。それ一番危ない誤解なんだよ。日本 AI 推進法を守っても EU AI アクトは別にかかる可能性があるよ。鍵になるのが第2条の域外適用条項なの。日本の会社にも関係する話なんだよね。域外適用、なんか難しそうな言葉だな。簡単に言うと AI の出力が EU にいる人に届くなら、日本の会社でも EU AI アクトの対象になるんだよ。サーバーが日本にあっても関係ないんだよ。ユーザーが EU にいるかどうかで判断されるよ。日本にいるのに関係あるの？具体的にどんなパターンが当てはまるの？代表例は3つなの。1つ目は採用 AI。EU 拠点で履歴書を選別するならハイリスク AI 扱いになるよ。2つ目は SaaS サービス。EU 向けに販売するソフトに AI 機能を組み込んだらそれも対象なの。3つ目は EC サイト。EU の利用者に商品を推薦する AI も用途次第で対象になり得るよ。うわぁ、うちの会社 EU 向けの機能あったかも。まずはうちの AI は EU 向けに出ているかを棚卸しすることが第一歩なの。
コストも気になりますよね。中小企業の初期適合費用は5万、50万ユーロという試算があるよ。しかも認証する第三者機関が足りなくて、審査だけで3、6ヶ月待ちが常態化してるよ。数千万円レベルのコストか。エンジニア雇うよりお金かかりそうだな。だから対応は EU 向けと国内向けで分けて設計するのが現実的なの。同じ仕様での両立は厳しいの。エンジニアが今できることは2つ。1つは自社 AI の用途と提供地域をリスト化すること。もう1つはログ保存と人間の監視プロセスを今のうちから設計に組み込んでおくことなの。なるほど。日本にいても EU にユーザーがいるなら他人事じゃないってことか。今日の内容をまとめるね。3つのポイントがあるよ。1つ目、 EU AI アクトはハイリスク義務の適用が2027年12月まで延期される可能性があるよ。でも禁止 AI の規制はすでに始まってるよ。なるほど。ハイリスクは延期でも禁止 AI はもう使えないんだ。2つ目、日本にいるから関係ないは危険な誤解なの。 EU AI アクトの域外適用で日本企業も対象になるケースがあるよ。3つ目、 EU 日本米国の3局は罰する育てる規制しないという異なる哲学で動いてるよ。世界の AI ガバナンスが修練するか分岐するかまだわからないんだよね。現時点では分岐が進んでいるよ。 EU 米国、日本が別々の方向に向かっているのが現実なの。分岐が進むとどうなるの？使える AI が国ごとに違ってくる感じ？メタやアップルのケースがまさにそれなの。 EU では AI 機能が制限され、日本や米国では全機能が使える。これが現実になりつつあるよ。その通りなの。エンジニアとして今できる第一歩は自社の AI が EU 圏に届いているかを確認することなの。ドメインスペシフィックな規制が国ごとにバラバラになると、グローバルに展開するスタートアップは大変そうだよな。皆さんの会社では EU AI アクトの域外適用リスクを確認していますか？コメントで教えてください。うちはすでに対応した。まだ何もしていない。そもそも関係なかった。どの立場でも参考になるよ。チャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうね。見てくれてとても嬉しいよ。高評価、チャンネル登録お願いします。コメントで感想や意見も教えてね。スーパーサンクスやチャンネル登録、高評価もすごく励みになるよ。いつもありがとうね。